さんこんにちは、喜太郎です。今年の年末年始も冬の北海道に渡り、宗谷岬で年越しを迎えたいと思います。2024年12月27日、埼玉県を出発。今回は新潟22時30分発、秋田経由苫小牧東行きのフェリーを予約している。本来であれば埼玉から新潟まで4時間程度で行くことができるので、夕方に出発すれば間に合うのだが、この日は上信越地方に大雪警報が出ていて、ネクスコ中日本より関越自動車道通行止めの予報が出ていた。下目パーキングエリアから先、雪用タイヤ規制。シーズン初めての雪道はやはり緊張するわけで、ドキドキしている。関越トンネルまでは路面に雪もなく運転しやすかった。ゴムチェーンを履いた車が結構関越トンネルの中を走りにくそうに走っていた。関越トンネルを抜けると、やはり大雪が降っていて結構緊張する。トンネル出口のあたりはノーマルタイヤの人もいるので、大量の水と地熱で路面に雪はない。気をつけて新潟に向かいたいと思います。
湯沢の辺りは雪が本当に多くて、ずっとこのままこの積雪が続くのかと思っていたが、山を下っていくと次第に雪は減っていき、走りやすくなってきた。通行止めになる前に新潟に行きたいと思い、急いで出発した。昼飯を食べていなかったので腹が減った。越後川口のサービスエリアで遅めの昼ご飯、何食おうかな。福神漬けが九州機の横にございますので、お好みでどうぞ。ありがとうございました。生姜醤油ラーメンとミニカレーのセット。寒いのでスープがとても温まるが、味はちょっと。カレーは美味しかったと思います。ごちそうさまでした。この日初めて YouTube のライブをしてみました。結構緊張していましたが、とても楽しかった。またやるかもしれません。つけた動画をねアップして、それも結構見てもらったんですけど、去年も 2000W のポータブル電源を北海道に持って行って、新潟市内に入るとほとんど雪がなくなっていた。今年は出発直前まで仕事が激務、完全な準備不足。高速運転中に気づいた忘れ物を新潟のドン・キホーテで買い物。港近くで満タン OK。 新潟港フェリーターミナルに到着して、ほっと一安心。フェリー乗り場に到着して安心していましたが、今回低気圧の影響で船もかなり揺れる予報。しけもしくは大しけの予報です。今回は長時間かなり揺れそうなのでアネロンを飲みます。12月に YouTube 年越し宗谷岬に行きますという動画を投稿しました。その中で誰か一緒に行きますかと冗談で言ってみたところ、大学時代からの同級生で25年以上の付き合いのあるやつが行くということになりました。キャンピングカーを自分も売りつけたので、一緒に連れて行くことにします。
小さなエブリーバーの中で船の中に持っていくものを準備してます。ポタデンも滑り止めの上に移動しておく。すでに強い風が吹いていて船が揺れるのは確定。この一番後ろが同級生鉄の車、宴会車両だな。乗船開始の時間みたいです。新潟苫小牧東行きは初めて乗るので結構楽しみ。今回乗る船はライラック。日本海フェリーの中でも古い船。今回はこのライラックでゆっくりさせてもらいます。鉄とは乗る場所が違うのでこのエントランスホールで合流。鉄の相棒。世話になった部屋がこちら。乗る直前で変えてもらったステート B 和室。エントランスホールのテーブルを取っておいて2人を待つ。3人揃ったので冒険の門出に乾杯の儀式をしたいと思う。哲は大学を出て富山に戻り今回も富山から来ている。富山名物のます寿司、白エビの昆布締め、カジキマグロの昆布締めを持ってきてくれた。年をとって血圧の話をしているみたいだ。それにしてもラブラブでムカつく。白エビの昆布締めは以前富山に行った時に食べてハマった。かなりうまい。おい、これがさどんどんくんだ。これもいい経験だよ。海藻がにしてじゃもうね。まともな人はだって冬の北海道なんか旅行で行こうなんて思わないもんね。2月行きたいな今度。いや昆布締め専門店で買ってきたの。金鶴っていう砂子商店っていう有名なやつ。富山金鶴よく知らん。CM 金鶴ってやっとるやん。それミシミシ言っとる。もう揺れてんのよくわかるもんね。よく覚えてるもん。もう早く飲んでね、早く酔っ払って寝た方がいいよ。そうだね。この日は揺れに備えてみんな飲まないのかな。醤油余ってる。ちょっと待って。台数に比べて静かなエントランス。立場上やなんかそのいろいろあってさ。こうやってやってもわかんないからね。めっちゃ揺れる。とんでもないのに飛んどるけど
宙に浮くぐらい。揺れてるっしょ。酔っ払いおじさんではなくて、揺れてまっすぐ歩くことができない。久しぶりに会う同級生と楽しい時間を過ごしたので、部屋に戻って寝ようと思います。しけや台風の中で何度かフェリーに乗ったことがありますが、以前大変な目に遭っているので、こういう時は個室を取ることにしています。早朝6時前に起きたので、静かな船内を散策してみたいと思います。まだまっすぐ歩くことができないぐらい揺れてます。大浴場も閉鎖。船に入ってすぐに入ることをおすすめ。エントランスもほとんど誰もいない。冬場はやってないみたい。レストランはやっているが、こちらのカフェは夏場だけの営業みたい。一人ソファーで寝ているのでやめよう。静まり返ったプロムナード。ここはスポーツエリア、エアホッケーが置いてあった。ゲームコーナーは他の船よりちょっと多い気がする。この先はレストラン。この夜便では朝と昼空いているようだが、今回は食べなかった。綺麗なエントランスホール。ミシミシと音が鳴っている。自動販売機コーナー。新日本海フェリーは電子レンジがないが、お湯はある。まっすぐ歩くことができないので部屋に戻る。今回は秋田港には寄らず、直接苫小牧東に行くとのこと。少し揺れが落ち着いてきたので朝ごはんを食べたいと思う。他の人はあまり朝ごはんも食べないのかな。本当に静かな船内です。それでは次回北海道に上陸し、宗谷岬を目指したいと思います。コメント気軽にいただけると本当に励みになります。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。それではまた。